こんにちは、あおいです。今日はとっても簡単な時短レシピシリーズ、豚肉の香味焼きをご紹介します。以前に出した豚肉のごま照り焼きという動画もすごく好評で、すごい簡単に柔らかく美味しく仕上がりましたっていうコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。まだまだ時短の美味しいレシピシリーズっていうのがあって、今回のレシピもかなり簡単で美味しく仕上がるので、ぜひこれも作ってみてください。それからこれからの動画では分量を概要欄には記載せずに、概要欄のリンク先にあるホームページの方に分量を記載しています。そちらのホームページに記載しているものだと、必要な人数を入力していただけると、その分量が計算されて出てきますので、ぜひそちらをご活用ください。それでは今日も早速作っていきましょう。葵の給食室。今日は香味焼きという名前の通り、少し香りが強い長ネギと生姜とニンニクを使っていきます。なのでかなりさっぱりした仕上がりになるので、ちょっと食欲がない時とかさっぱりしたの食べたいなっていう時にすごい簡単なのでおすすめです。長ネギはみじん切りにしていきます。で、今日これぐらいの少しの幅しか使わないんですけど、短いと切りにくいのでこの長いまま切っていきます。で、長ネギはプロセッサーでみじん切りにするとちょっと粘り気と水分が出てきてしまってべちゃっとした仕上がりになっちゃうので、保育園で長ネギ切る時は包丁でみじん切りにしてました。ニンニクはすりおろしをしていきますので、この薄皮を剥いていきます。今日は皮スルスルっと剥けたんですけど、もし剥くの難しい場合は包丁でバンと叩くと皮の下に空気が入ってペリペリっと剥けやすくなるので、そういう風に剥いてみてください。ニンニクは半分に切って、この真ん中のピッとちょっと色が変わってる部分がニンニクの芽になるので、ここを V 字に切り込み入れて取り除きます。こんな感じで。で、ご家庭でニンニク使う時はかなり量が少ないと思うんですね。で、ニンニクをね、この料理のためだけに買うとなると相当余っちゃうので、もし生のニンニクちゃんと使う場合はすりおろしたらジップロックに入れて冷凍しておくと保存できます。もしくはニンニクのチューブで代用していただいても大丈夫なので、どちらでもやりやすい方で大丈夫です。そしたらニンニクはすりおろしていきます。うわー、ニンニクいい匂い私はニンニクを丸ごと焼いたり揚げるのを食べるのが好きなのでこのまま使います。生を使います。生姜もすりおろして生姜汁を作っていきます。汁を使うだけなので、生姜はちょっと黒っぽくなってるとこだけ皮を取り除けば、このまま皮ごとすりおろして大丈夫です。生姜はこの皮の下のところに栄養素とかこの香りの成分っていうのがあるので、このまま使います。生姜もね、ほとんどニンニクと同じで、今回ご家庭の量だと多分使用量がかなり少ないので、たくさん一気にすりおろして冷凍しておくのがおすすめです。生姜もチューブでも代用はできるんですけど、チューブだと汁と違ってダイレクトに生姜の味がするので、辛いのがねちょっとお子様は苦手なので、おすすめは生姜の絞り汁を使うこと。器にキッチンペーパーを重ねて、ここに生姜を入れます。そしたらこれをぎゅーっと絞っていけば生姜汁が作れるので、今日もねこんなに絞ってますけど使わないので、余った分は他の料理に使ったりジップロックに入れて冷凍して、私は家では使ってます。そしたら豚もも肉に下味をつけていきましょう。豚もも肉は脂が少なくって身が柔らかいのと、あと割と低価格で購入しやすいので豚もも肉を使用します。だいたい 1,2 センチ幅にカットしています。まず豚肉に小麦粉を振り入れて、
豚肉の旨味とかを閉じ込めます。小麦粉を振っておくと仕上がりがかなり柔らかくなるので粉を振るんですけど、小麦アレルギーのお子様がいる場合は上新粉で代用したりとか、粉なくても作れるのでどちらでも大丈夫です。ただおすすめは、よりねふんわりと仕上がる粉類を混ぜておくことっていうのが私個人的にはおすすめです。小麦粉がしっかりと混ざったら、ここに先ほどの用意した生姜とニンニクすりおろしを入れます。本当にこんなちょっとだけ風味付け程度なんですけど、これが結構後から効いてきますと、それからお醤油で味付けです。お醤油と、あと甘みも少し、みりんも入れていきます。みりん、今日はもうこの下味をつける段階でこの先ほどの長ネギを入れていきます。これも全部混ぜ込んでしまいます。そしたらよく揉み込みます。で、ご家庭でやる場合はジップロックとかに入れてこの作業をやると洗い物が少なくて済むので、それでも大丈夫です。もうこの時点でだいぶ香ばしい匂いがしてる間違いない。小麦粉つけてるんで結構全体がこう固まってると思います。焼く時と焼き上がった時最後にほぐすので、この時点で固まっても全く問題ないです。で、全体が混ざったらラップをしてこのまま冷蔵庫で15分寝かせておきましょう。15分経ちましたので、今日もねおなじみのオーブンで焼いていきます。で、特に豚肉はお子様にとって噛み切るのの難易度がすごくね高いので、なるべくオーブンで焼いた方が噛み切りやすくなるのでおすすめです。そしたらここにごま油をひいていきます。香味焼きなのでね、とことん香りのあるものを使います。油を軽く伸ばします。そしたら先ほどのお肉をここに並べていきましょう。ドンと。で、このままだとかなりこうくっついて焼き上がってしまうので、少し広げます。大人用だったら多分このままゴロッと焼いた方が美味しいと思うんですけど、子供は本当に豚肉がね噛み切るの難しいので、なるべく広げます。そしたらなんと仕上げに白ごまを振りかけていきます。香味焼きの仕上げです。もうこれでさらにね香りを出します。副菜でごま使う時はフライパンでいったりしてるんですけど、今日はオーブンでしっかりとごまにも火が通るので、特にこの時点でいらなくて大丈夫です。ニンニクとか生姜って食欲増進効果もあるので、今日暑くて食べられないとかっていう時もささっと作れるしおすすめです。で、豚肉は疲労回復の栄養素も含まれているので、大人の方にもかなりおすすめです。そしたらこれをオーブンで焼いていきましょう。出来上がりが楽しみ。できました。焼き上がりました。美味しそう。いい匂いがプンプンしてる。この豚肉系を提供するときは塊のまま出してしまうとかなり噛み切りにくいので、必ず焼き上がったら、かなりね最初熱いので冷めてからで大丈夫なのでほぐします。で、お肉同士をしっかりとほぐしてあげるとだいぶ噛み切りやすくなりますので、塊で出さずにお子様にはほぐして提供するっていうのを忘れずにやりましょう。うわー、つまみ食いしたい美味しそう。葵の給食室。給食嬉しいな。何でも食べましょう、よく噛んで。みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。もう焼いている時からいい匂いがプンプン。特にニンニク。美味しそう。ちなみにこの完成の図はちょっと動画用で見栄えを良くするために大きめにカットして載せてるんですけど、先ほどお伝えしたように実際提供するときはもっと細かく手でほぐしてあげてください。では、いただきます。なんか鼻息すごい悪かったんだけど今いただきます。グーだよ、もう抜群。いや、これは作ってほしいよ、絶対に。生姜とニンニクとあとネギのこのそれぞれの香りがふわっと広がって、本当にさっぱりしてすごい食べやすい味になってます。もう口に入れた瞬間から美味しい。で、小麦粉をつけて肉の旨味とかあと水分を逃さないようにしたのと、あとオーブンで中の方からじっくりと焼いていったのでかなり柔らかく仕上がってます。冷めてもそんなに硬くならないのでお弁当とかに入れるのもおすすめです。
献立をね考える時間がないとか、もう忙しすぎてそれどころじゃないっていう場合は、もうぜひもう何にも考えずにこれを作ってみてください。以前の豚肉のごま照り焼きは割と甘みが強いような味になるんですけど、今回のはかなりさっぱりとした味付けになってます。あとお子様がねよく体を動かしてちょっとこう疲れてるなっていう時は、この疲労回復プラス食欲増進効果のあるこのレシピぜひ作ってみてください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については、概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。